こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、異常時ですねの車椅子の位置ということで、最近福祉用具であったり在宅に向けた動画たくさん出してきたんですけど、ちょっとまた振り返って異常ですね、一番困っている方多いのかなと思います。あと車椅子の位置結構ね聞かれることありますので、そこだけ切り取ってしっかり説明したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、オンラインスクールの機能訓練スクールというものもありますので、気になる方は概要欄に URL 貼っておきますのでチェックしてみてください。では実際にねベッドの方で撮影していきます。はい、では車椅子の位置ですね、異常の時の車椅子の位置ですけど、まず基本的なことから、説明したいなと思います。基本的にはベッドに対して30度ですね、30度ぐらいの角度が理想です。ベッドに対して車椅子が30度ですね。はい。でもしこのアームサポートが跳ね上がるタイプのものであれば、もう横付けベタ付けで大丈夫です。はい。っていうのもなんでそうするかと言いますと、異常の時に、例えばこのままベタ付けにするとアームサポートが上がっていない状態でベタ付けにすると、いざ異常する時にちょっと自力でやってもらいますけど、お尻が当たってしまいます。はい。なのでこれを跳ね上げる必要があるんですけど、跳ね上げると当たらないですね。はい、これで異常ができるんですが、この跳ね上げができないタイプの車椅子の場合はこう斜めにしてあります。はい、そうしてあげると、当たらずギリギリのところを通って異常ができるってことですね。はい。なのでここ30度で、これ角度つけすぎるとどうなるかですけど、基本的に極端にしますと、時と場合によってはこういうケースもあるんですけど、基本的にはしないんですが、なぜかというと、異常の時に距離がね長くなってしまいますね。お尻の移動距離が長くなりますので、基本的にはこれはやらないでください。はい。なので近ければ近いほどいいんですけど、お尻が当たらない角度っていうのがこの30度です。はい。で間違った例といいますか、たまによく見かける例が、車椅子を30度角度つけるのはいいとして寄せすぎてしまう。これぐらい、もう本当にこの座面がお膝に当たってるぐらい近づけてしまうと、これはこれでかなり足元窮屈になってしまいますし、仮にこれを跳ね上げれたタイプとあったとしても、結構横につけてたとしても、このタイヤにね当たってしまうこともあります。タイヤの大きさであったり、利用者さんの体の大きさによってよるんですけど当たってしまって、さっきと一緒これが動いてしまったりっていうリスクがありますので、山田君の場合は綺麗に異常はできますね。はい。なので大丈夫ですが、ただお尻が当たる以外に窮屈なんです、ここが。はい。なので例えばフットサポートですね、フットサポートが外れないタイプのものであれば、車椅子を近づけすぎていると足がここに当たってしまって足を怪我させてしまうリスクもありますので、ちょっと離してあげて足元にねある程度ゆとりを持っていただくっていうのがベストだと思います。はい。なので基本的にはアームサポートが上がらない、フットサポートも上がらないタイプのものは斜めでどれぐらいかっても本当に感覚的なものなんですけど、足と座面の間に拳1個開くか、もうちょっと上げてもいいのかなと思いますね。はい。でここのアームサポートがちょうど利用者さんのちょうど肩の前ぐらいに来るようにしておけば届くと思うので、ちょっとお辞儀する形で持っていただいて異常するといった流れが基本ですね。はい。変える時も全く同じ角度でやってください。でこれ今山田君自立でやってますけど、自立でできない、自力でできないケースも車椅子の位置はもう一緒だと思ってください。全介助であろうが、1人でやる時であろうが、車椅子の位置はもう全く同じでいいと思いますので、ぜひそのようにしてください。じゃあまずね、これを近すぎてダメな例ちょっと紹介します。斜め30度につけたけども近づけすぎましたと。でアームサポートはもうこのままで、じゃあ異常してみてください。そうするとお尻が当たってしまって、でこれ山田君が自分でできる方なので、
例えばお尻が当たってダメだなと思ったら戻れますけど、これを全解除でしようと思って、なおかつ利用者さんの体重がある程度ある場合ですね、結構力任せによいしょっていっちゃうと、こう車椅子が転倒してしまうリスクにもつながってしまいますし、結構異常する時なんですけど見えないことがあるんですね、解除の仕方によっては。なので例えばこうやっててなぜかいかない、これは何でかわからない、その重たいからなのかお尻が当たってるからなのかっていうのはちょっと判断つかない場合もありますので、その辺りもしっかり気をつけながら車椅子の位置っていうのは見てあげてほしいなと思います。はい、でちょっとアングル変えて足元を映しますので、足元がどうなってるかっていうのも説明したいと思います。はい、じゃあ次、足元ですね。同じように撮影しますけど、この車椅子の位置が足に近づけすぎていると、座面がお膝に当たるぐらい近づけてしまうとかなり窮屈ですよね。でこの中で例えば膝ロックしようと思ったらこのフットサポートが邪魔になってきますし、利用者さんの足がちょっとでも前に出てたりするとタイヤに当たったり、あとはこのフットサポートに当たったりして怪我させてしまう原因にもなります。はい、なのでちょっとじゃあ実際にこれで異常してみてください。足元がどうなるか。窮屈ですよね、結構ね。そうですね、当たるし、そうどうしてもはい、なのでじゃあ戻ってもらって、かなり窮屈な感じになってます。なので、30度の角度をつけた上でちょっと拳を1個2個は取りすぎかな、1個ちょっとって感じ、1個でもいいですけどぐらい開けていただいて、アームサポートの端っこが利用者さんの肩ですね、肩ぐらいに来るようにしてあげると当たらず、ある程度余裕を持って移乗することができるのかなと思います。はい、じゃあもう一度戻っていただいて、でもちろんこのフットサポートが外れるタイプであったり、アームサポートが外れる、多機能型の車椅子であればもう本当にベタ付けでもそこまで邪魔にはならないのかなと思いますので、例えばこういうタイプであれば、横につけて結構近づけても、さっき言ったこのタイヤっていうのだけちょっとタイヤの大きさ、利用者さんの体の大きさによって当たる可能性はあるんですけど、そこはねしっかり評価していただきたいところですが、それ以外の要素で言えば別に足元何か怪我する心配も少ないです。キャスターにだけ当たらないようにしてほしいですけど、なのでこの状態であればある程度ね異常はできるのかなと思いますので、その辺りもしっかり評価して、車椅子の位置本当に単純ですけど気をつけてみてください。はい、ということで、今日は、移乗する時の車椅子の位置、本当に基本の基本だと思いますけど、これを一つ間違えると怪我させてしまいますので気をつけてください。では前田君、ワンポイントアドバイスをお願いします。はい、ワンポイントアドバイスなんですが、この位置というのを非常に気をつけていただきたいのが、どちらかというと自立されている方ですね。自立されている方は今さっきね、ここにぶつかったり近すぎて窮屈になっても一人で行く方もそのまま行っちゃう方が多いので、ここがちょっと動きながらこう行ったりされる方が非常に多いです。でそのままこう転落転倒のリスクがかなり高いのと、本当見守りぐらいの方が一番この位置は気をつけていただきたいなと僕は思いますね。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術であったり、負傷具の紹介もしていきますので、チャンネル登録ご覧のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。